こんにちは。今日はですね、僕が普段使っているこちらの富士フィルム XS10 なんですけど、今日はね、このカメラの設定内容についてお話ししていこうと思います。で、僕はね、普段このカメラで動画を撮っているんですけど、今日お話しする内容はね、動画撮影に対する設定のお話になります。でね、僕はいつもこのカメラで動画を撮って色編集とかそういったこと一切しないで、撮った素材をねそのままいつも使ってるんですけど、今日お話しする内容は色編集とかをしなくてもこのカメラの設定だけで綺麗な映像が撮れますよっていう、僕が普段設定している設定内容のお話になります。それではよろしくお願いします。はい、まず設定項目なんですけど、いくつかね設定項目を分けて、お話ししていこうと思います。1つ目がね、色についてで、2つ目に、明るさについてで、最後はね、動画の動きですね、動画の見え方について、この3つをね、順番にお話ししていこうと思います。はい、まず色についてなんですけど、このカメラでね、色について設定できる項目が、1つ目にフィルムシミュレーションで、ホワイトバランスで、最後にね、カラー設定、この3つの項目があるんですけど、僕はまずフィルムシミュレーションはクラシッククロームを使っています。で、ホワイトバランスはオートにしていて、カラーバランスをねちょっと触ってるんですけど、僕は赤と黄色があまり好きではないので、R をマイナス2にしてで B をプラス2にしています。で、最後にねカラー設定はプラス1にしています。はい、以上がね、まず色についての設定内容なんですけど、最後のねカラー設定のところをプラス1にしているのは、次のね明るさのところで詳しく説明します。はい、次はね、明るさについての設定内容なんですけど、このカメラはね明るさに関係する設定項目は、ダイナミックレンジと、トーンカーブ、この2つなんですよね。で、僕はいつもダイナミックレンジは DR400 に設定して使っています。で、トーンカーブなんですけど、ここも少し触っていて、僕はいつも外で撮影することが多いんですけど、どうしてもね影の部分がね黒く潰れちゃうんでね、それが嫌なので、トーンカーブでシャドウだけマイナス 1.5 に持ち上げて使っています。で、ハイライトはねそのままの状態で使っています。はい、以上がね明るさに関する設定内容だったんですけど、さっきね、色のところでお話しした、カラー設定をプラス1にしているところなんですけど、これはですねトーンカーブをね持ち上げちゃうと、どうしてもね色がね少し抜けた雰囲気になっちゃうので、それが僕はちょっと嫌だったので、トーンカーブで持ち上げた分を、カラー設定でプラス1にして、そこでねちょうど補正するためにカラー設定をプラス1にしていました。でね、これもしかしたら人によると思うんですけど、カラー設定プラス2ぐらいでも大丈夫かもしれないと思っています。はい、最後にね動きなんですけど、これは動画の見え方についてなんですけど、僕はいつもねスローモーションを結構使うので、コマ数は 59.94 に設定して撮影をしています。でね、最初の頃はね、スローモーションのいらないところはね 29.97 で撮っていたんですけど、もう途中からねちょっともうめんどくさくなっちゃって、全部ねもう 59.94 で撮影をしています。で、
スローモーションがね必要なところだけストレッチをかけて、スローモーションがいらないところはね 59.94 で撮ったものをねそのまま 100% で使っています。次は手ブレ補正機能なんですけど、僕はいつも三脚とかジンバルっていうんですかね、スタビライザー系の機材を一切僕は使っていないので、いつもね手持ちでね撮影をしているので、こう絵がねグラグラって揺れちゃうのが嫌なので、手ブレ補正機能はこのカメラの最大のものをかけて使っています。でね、手ブレ補正機能だけじゃなくてね、ブーストもね常にかけた状態で設定して使っています。でブーストをかけると確か 10% だったかな、画角がねクロップされちゃうんですけど、特にね画質が落ちるとか解像度が悪くなっちゃうとかそういうことはないんでね、特に問題はないので、僕はいつもねブーストはかけた状態のまま撮影をしています。はい、最後にシャープネスなんですけど、これはですねこのカメラがね APS-C センサーなんでね、どうしてもね引き絵の映像がねこうちょっとこうカリカリな感じになっちゃうのがね、僕はちょっとそこが嫌だなと思っているので、シャープネスをねマイナス1に設定して使っています。はい、以上がね僕がいつもこのカメラで動画を撮るときに設定している設定内容のお話でした。でね、これはあくまでも僕が、いいなと思って設定